チャンス。そう自分を信じて受け止めろ。どんな困難も乗り越えろ。どんな壁も振りかかった試練を全部吐いて、終わりは起こりうることは想定内。Yeah, yeah, yeah 想定内。Yeah, yeah, yeah 想定内。想定内。ねえ他人の評価より大事なのは自分の正解を強く持つことさ。それでなんてどことがうまくいく。預けになったらそういうことさ。そうため息減らしてそう笑顔を増やそう。吹き飛ばせどんな不安も笑い飛ばせどんな失敗も辛いことが起きた時こそいつも弱いわ。こんなのは全部想定内。想定内のキャパシティをとことん広げて立ち向かおう。想像をはるかに超えたビッグサプライズが君を待ってる。受け止めろ。どんな困難も乗り越えろ。どんな壁も降りかかった試練を全部あえて今宵は想定内。吹き飛ばせどんな不安も笑い飛ばせどんな失敗も辛いことが起きた時こそいつも恋を。こんなのは全部想定内。Yeah, yeah, yeah 想定内。Yeah, yeah, yeah 想定内。想定内。想定ハロステ、今回のお相手はアンジュルムの伊勢レイダとお茶の間の米村キララです。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな部分やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。早速私たちのオフショットをご覧いただきながら最近の出来事についてお話ししていきたいと思います。はい。じゃあまずは私の写真からです。はい。こちらはケーキ持ってるんですけど、私たち11月12日にリリースになったアルバム「Keep Your Smile の週間デジタルアルバムランキングが1位になってっていうこのおめでとうのケーキをいただいてマネージャーさんから。でこれみんななんか私が一番やばくてまさかそのパックですかこれ。パックしててまさかのタイミングでこのなんかこうスタジオで練習終わりのなんかもう朝の結構ボロボロのお顔だったんですけど、そのタイミングっていうちょっとシュールさもありながら、でもこうみんなでおめでとうって言い合いながらメンバーとマネージャーさんと、なんかこう結構やっぱ新体制になって初めてのアルバムっていうかリリースだったので、
なんかちょっとドキドキ不安っていうのもあったんですけど、見事1位を皆さんのおかげで取ることができたっていう喜びの顔です。すごい愛にあふれてる写真ですね。いや本当に、しかもこのケーキもなんかマネージャーさんが用意してくれたし、なんかこう書いてるのね、ちゃんと1位っていうの書いてくれてて、最高の写真です。ももはちゃんが可愛い。可愛い。赤ちゃんみたい。赤ちゃんみたい。バブちゃん。めっちゃ可愛い。続いて私の写真はこちらです。これは？こちらはハロコンの裏側の写真なんですけど、ハロコンで自分たちの楽曲をやった後に、こうちょっと外に出て、冬の風を浴びるっていうのにちょっとハマってて、もう最高なんですよ。ここちょうど風がすごいよく吹き抜ける場所で、多分3度ぐらいだったんですよ、この時外が。すごい。もう15分ぐらいみんなで涼んで。可愛い。鳩みたい。鳩みたいみたい。鳩みたい。鳩みたい。本当だ。こうハロコンのお話が出たので、ちょっと私が一個思ったことあったので話してもいいですか？ハロコンの、会場でゲネプロがあったんですよ。衣装を着てみたいなのあって、でゲネプロ終わった後にステージの上で先生方とメンバーと集まってちょっと反省会みたいなのを必ずやるんですよ。でその時になんかこうゲネ終わってで15分くらい休憩ありますって言われて、でもみんなちょっと戻るには微妙な時間だったからステージ上にいたんですよ。で私結構ハロメンいろんな人見るのが好きなんですけど、私の目の前をなんかキララちゃんがこう通ってたんですよ。通ったんですけど、やっぱ私の中でキララちゃんってもうギャルなんですね。めっちゃギャルで、でなんかこう私の前をこう爽やかに通ってこうなんか髪の毛こうやってってやってて、そう一人でやってたんですよ。そうめっちゃかっこいいなって思って、ちょっと待って、もうなんか目の前をこう本当に風が通ったの。キララちゃんが通るたびに風がふわーってきて、で私の斜め前に座ってこう、ちょっと待ってください。ちょっと待って。めっちゃかっこつけてるやつみたいになってます。いやでもそれを普通だったってことじゃない、こうキララちゃんの中で、だからそれめっちゃかっこいいなと思って、それが好きでどうしても伝えたかったんですけど、なんかハロコンだとなんかちょっと緊張しちゃうの。わかります。そうなんか緊張しちゃってできないんだけど、あの時何考えてたんだろうってちょっと気になってて、覚えてない？いや私マジで覚えてなくて。覚えてないの？っていうかそんな前通ったっけっていうのと、髪の毛何触ったっけっていうのと。触ってた。めっちゃかっこよかった。本当ギャルの先輩みたいな、なんかみんなが憧れる先輩みたいな感じで。ちょっと気をつけます今後。いや気をつけます。本当にそんなつもりなくて、本当にめっちゃいい子のつもりぐらいの、本当にもう。本当にこういうつもりだったんですけど、こんなことしてました？やってたね、マジですか？でも私昔からこう枝毛探したり、こうちょっと色の違う髪の毛探したりするの好きなんですよ。そういうのやってたのかな？それなのかな？ちょっと枝毛探しませんわこれから。気をつけます本当に。めっちゃ最高でした。はい、恥ずかしいですけどありがとうございます。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきたいと思います。アンジュルム2025オータム Keep Your Smile ファイナルのリハーサルと本番の様子をご覧ください。最初のこのツアーのリハーサルの時と比べて、前の時はやっぱりこう緊張してる部分がめちゃくちゃあったりとか、こうついていくのにめちゃくちゃこう精一杯だった部分とかもいっぱいあったんですけど、前回よりもちょっと余裕を持ってできてるなみたいに思って、それぞれの曲をどういう風に変えようかなとか、こういうところをもっと変えてみようかなっていうところもなんか少しずつこう自分の中でこう見つけたりとか、こう試してみたりとか
してるのがちょっと前回とはちょっと変わったなみたいな感じで思ってました。やっぱりライブハウスよりもとんでもなく大きくなるから、その分手を伸ばす限界まで伸ばすとかっていうエンターテインメントをもっと大事に見せるっていうのを同じ認識でいたいかな。なんかただのちょっと平面のなんかもう本当に最初の時の振り入れのままじゃなんかあんまり許されないような曲が多いなって思ってて、その動きを平面にならなきゃちゃんとこっちを出すなら出すとかっていうそこを結構大事にしたら。でもなんかすごい伊勢さんは常にこうグループが良くなるようにパフォーマンスが良くなるようにってこういろいろ本当に一曲一曲全部にこう向き合う時間をこうみんなで作ったりとか、なんかそういう話し合いをする機会がたくさん本当に今回は多かったので、ここはこういう風に意識しようねっていう共通のなんか認識があるから、なんかみんなが同じ方向を向いてる感覚でなんかパフォーマンスもなんか一体感が出てくるんじゃないかなってなんかパフォーマンスしながらも思ってますね。年上がやっぱなんか自然と作るというか、例えば私がなんかちょっと落ち込んでるってなったらちょっとやっぱりどうしてもなんかみんなが遠慮してくれてたりとかなんか心配してくれたりでちょっとしんみりしちゃう部分も多分あるんですけど、だからこそ自分がやっぱり先陣切って盛り上げるとかボルテージを上げるっていうのをすごく意識して頑張りました。赤いイヤホンとかかっこいい感じの曲、愛のけだものとかこうなんだろう、もっと先生方にもっと前出てってもっとなんだろう強さみたいなのを出してほしいっていう風にたくさんこうアドバイスしてくださってっていう表現がやっぱりこうまだまだダンスもそうだけど表情とかそういった部分でちょっとまだなんかあんまり強くいけてないっていうか、もっとやっていいよっていう風に言われるので、そこがすごい難しいなっていう風に思います。器用だなとも思うし、でもそれは努力してるっていうのはもちろん大前提であるんですけど、っていうのが今までツアーとかのリハーサルですごく感じてたんですけど、なんか今回の武道館のリハーサルはそのセットリストがすごく難易度高い曲が急にドカンってこう増えて、結構アンジュの中でも難関な曲を一気に覚えないといけないとかっていうのがあって、体力も結構削られる曲が多くて、なんか今回初めて結構ちゃんと苦戦してるのを見て、やっぱりみんな必ず通るその苦戦っていうところを今回の武道館のリハーサルでは見えて、すごく大事な一歩目の苦戦だと思うので、私はこの時間がすごくももはちゃんにとって大事になるんじゃないかなって思ってます。愛されるのどっちみたいな、多分全部愛されるのって発音するともたついちゃうから、愛されるのどっち、愛されるのなんかこの中にも愛されるのどっち、この直線じゃないリズムがある。ちゃんの歌うところ、同時ばっかりしちゃうくらいがちゃんと同時ばっかりしちゃうくらいが可愛いっていうアクセント。同時ばかりしちゃうくらいが可愛いの僕にでも怒られたくないし、やっちゃってそっち調子ならこっちそうそっち。これ多分均等にいけばいいんだけど、それが多分こうドツドツってどんどん丸がちっちゃくなっていくから速くなる。はい。均等の丸で。はい。あなたならどっち？あなたならどっち？「
今の愛されるとはアンジュルムライブ史上の最高に合ってた歌やからめっちゃ音楽と歌の感じっていうのがバッチリこう合ってる歌だったと思うぐらいこうなんていうのちゃんと歌と音楽両方ともちゃんと聞こえてくる感じっていうのをかっけえなおいって思いながら聞いて私は多分今までで一番緊張するんじゃないかなって思ってて、意識は今までしてなかったんですけど、自分が一番上でリーダーでっていうのはあんま意識してなかったんですけど、緊張感をめちゃくちゃ持って多分挑んだ方がいいなとはすごく思ってて、せっかくいろんな人がこの新しいアンジュルムをすごく楽しみにしてくれているからこそ、その期待に応えたいなと思うし、その期待を上回りたいなっていうふうに思っているので、1回しかないこの Keep Your Smile ファイナルなので、めっちゃ楽しんで、ああいいライブやったなっていう約2時間にしたいなと思います。どうですか、緊張してますか？まだまだ緊張してない。いや強いなって思う。だって朝、もうなんか全然緊張してる素振りないから初めての武道館でそのなんか気持ちなのはマジでマインド強い。本当ですか？かっけえです。うわやったーおはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してるんですけど、緊張って大事なので、なんかこれを良い緊張に今からちょっとして、本番いい緊張感でこうリラックスして臨めるように頑張りたいと思います。全然景色が違いすぎて、まずそれでなんかすごいびっくりしたんですけどでもなんだろう、こうステージで実際にやってみてこう分かったこととか、こうやって見たらいいんだなとか、目線とかっていうのも分かったので、ちょっとそれリハでやったことを本番ではしっかりやりたいと思います。レイラ、リン、ケロ、ダメ、ワカニャ、ユッピョン、ハナナ、モモハ、キープユアスマイル。まずすごくホッとしてるなっていうふうに思っていて、やっぱりファンの皆さんの前で見せるのもすごく緊張する部分はあるんですけど、歴代の先輩方が見に来てくれるっていうのも私の中ですごく緊張で、以前上国陽さんがリーダーになったばっかりの時も同じようなことを言ってたんですね。私はその OJ の先輩たちに会った時に、なんかその上国陽さんがすごく泣いてるのを見て、なんか私には今わからない感情がそこにはあるんだなって思ってたんですけど、私も今日すごいボロボロと泣いてしまって、 OG の先輩たちを見てるとできることを今日頑張ったなっていうふうに思うんですけど、その先輩たちに自分のかっこいい姿を見せられてたらすごく本当に嬉しいなって思いましたね。なんか私も今こう歴を重ねてすごく思うんですけど、全部ちゃんと経験してるんですよ。こういう辛い思い出とか、こういうのが苦しかったとかっていうの全部多分分かってくれてるし、私も今後輩たちが悩んでることとかも全部通ってきたので、なんか本当そこが面白いなっていうふうに思うんですけど、だから私にとってはやっぱり先輩たちに褒めてもらえたりとか、これからも見てるからねって言ってくれる、今のアンジが大好きだよって言ってくれるのが一番すごく嬉しい言葉だなって思ってます。ステージが始まってからはもうほんとあっという間に過ぎて、なんかそれまでのなんか不安とか、こうどうしようみたいな緊張とかそういう気持ちはもう全部なくなってしまったし、のびのびとすごいリラックスしてすることができたし、こう今回の目標が笑顔で頑張ることだったんですけど、自分の本当にめちゃくちゃ楽しいっていう気持ちをすごく表情に出して、それがなんか笑顔になって皆さんに伝わってっていうのができたので、すごく楽しかったなっていうふうに思います。
もうすごく大好きな曲だったので、なんか実際にこうできてすごく嬉しいんですけど、やっぱりこう大好きだからこそ、なんだろう、こう自分がやった時に理想とちょっと違ったりとか、なんかそういった部分ですごい悩んだりとか、大好きだからこそ全部をなんかできるようになりたいなっていう風にすごく思ってたので、なんか今回はその愛されルートではやっぱこの曲のちょっと左げな感じだったりとか、でもちょっと強い感じ、なんかそういう目線とかにすごく気をつけて、伊勢さんと2人で歌ったりすることがあるんですけど、そことかもなんかどんな風にしようかなみたいな風にずっと考えてて、でそういう風になんか自分でこう大好きな曲をどうやったらなんか皆さんにこう届けられるかなっていうのを考えてなんかできたっていうのもすごくなんか新しい経験で楽しかったですし、なんかすごくいいなって思いました。過去の武道館公演でこう自分の力で立ててる感覚がないっていう風に MC で話したことがあって、でも今回はこうライブハウスを通してこうなんか自分の力で今日ここに立ててる感覚がすごくあって、なんかそれがなんか皆さんにも伝えられたんじゃないかなっていう風に思います。りんちゃんがさ、今言ってたように、なんか3年前くらいかな、同じ場所でりんちゃんと全く同じこと言ったのね。そう、先輩同じことを言ったんですよ。自分たちのね、力で。ライブハウスはこう私が加入した最初のツアーで立った依頼とか、もうそのぐらい久しぶりだったので、なんかこうちょっと気持ち的に初心に戻ったような感覚で、なんかあの頃すごい自信がないままこう日本武道館に立ってたけど、こう今はこうライブハウスでこうなんだろう、皆さんと本当になんか心が通じ合ってるというか、なんか距離も縮まって、こうメンバーともなんかステージ上でニコニコ楽しくパフォーマンスして、こう自分にも自信がついてっていう状態で立つことができたのがなんかすごく嬉しかったし、自分の力だって改めて感じました。日本武道館公演っていう大きな目標が終わったんですけど、曲ごとの表現の仕方とかなんかそういうのがまだこうかっこいい曲の中ではすごくそういうのを分けるのが難しかったりとか、こうやっぱりどうしてもこう全部同じような感じになってしまったりとか、なんかそういう先輩方の表現とかを近くで見ていて、なんか今日すごく自分は本当にまだまだだなってめちゃくちゃ感じたので、なんか先輩たちのことをもっともっと見て学んで、なんかたくさん吸収して、いいところをたくさん吸収して、なんかそういう表現もたくさんできるようになりたいなっていうふうに思います。前回とまた変わってるって思ってもらいたいし、見に行きたいなって思ってもらえるようにどんどん頑張っていきたいなって思います。まず今日のライブでみんないろんな挑戦をしながら、今までできなかったような挑戦、例えば煽りをすごく頑張るとかっていうのをみんな何かしらやってたと思ってて、それがうまくできて一つの自信にきっとなったんじゃないかなって思うので、自分の強みと弱みっていうのをみんな自分自身のことを一番理解してるので、なんかこれからどんどんそうやってみんなが上がってもっともっと質を高めていけたらすごく理想なんじゃないかなって今の目標ですし、それが上がった時にまた新しい目標が多分明確に、なんかこういうお仕事みんなでしたいとか、こういうステージに立ちたいっていうのが多分出てくると思うので、それが出れたらすごく幸せかなと思います。アンジュルム2025オータムKeep Your Smile ファイナルのリハーサルから本番の様子をご覧いただきました。でもこの武道館公演は本当になんかそれまでがすごく不安でいっぱいで、でも私だけじゃなくてそのメンバーみんなそうだと思うんですけど、特に年上の子たちはそうだったと思うんですけど、なんか
それまではやっぱ新体制になったし、やっぱ今まで前のリーダーの色っていうのがもちろんあって、だからガラッと変わるってみんなが多分ファンの方も思っている中で、やっぱどうやって見せていったらいいんだろうっていうので、それまでのツアーとかはすごく試行錯誤したし、なんかこれで大丈夫なんだろうかって思ったり、これを貫こうって思ったりっていうので葛藤してたんですけど、改めてこの武道館公演でなんか一つの私たちの色をファンの方にもそうですし、OG の先輩方にもなんかこう見せつけるというか、なんか見せることができたので、なんかこれを終えてからなんか一個自信がついて、新しいアンジュを本当に本格的に進めていこうって思えたので、本当にいいライブになったなと思います。はい、なんかこう新しくリーダーになって、その前まで行ってたツアーとかも含めて、なんか心がけてたこととかあったんですか？でも私がリーダーになってからは、なんか見てて楽しいライブ、なんか当たり前なんですけど、その当たり前をなんか忘れがちだと思うので、なんか見てて楽しいなっていう約2時間半とかをなんか与えられたらいいなっていうのはずっと自分の中であるので、なんかこう思いもしなかった登場の仕方とかっていう、なんかこう演出の部分でも面白いことがいっぱいできたらなって。やっぱなんか曲自体は変わらずにずっとその1曲があると思うので、その中での見せ方をそのツアーによって変えるとかっていうのをやりたいなって思ってて、だから今回はそれこそすごいいろんなお話をしながら、武道館は結構モリモリで、演出モリモリでやらせてもらったので、なんかそういうところはこれからももっと進化させて、なんかライブがおもろいグループにできたらいいなと思ってます。でも本番の映像も見させていただいたんですけど、こうスキちゃんのこう走りながらこう駆け抜けていってこう名前が出てて火がこう吹き出ててみたいな感じとかも見ててめちゃくちゃ楽しかったので、なんかそういうことなのかなって今思いましたね。あとなんか登場がなんか下から上がってくる登場だったの、今回は。マジで見たかったです。私イベントしてて名古屋で。そっかそっか。そうなんですよ。映像でしかまだ見れてなくて。いや本当になんか今回は皆さんも最初から最後までなんか何が来るかわからないドキドキがあったと思うので、そんなところを楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。素敵でした。このお洋服初めて着たのどうかな？続いてはメンバーの活動に密着するハロビハをご覧いただきます。お茶の間久保田七海が出演した八千代物語の撮影と映画祭の舞台裏をどうぞ。はい、本番よーい、スタート。はい、OK です。よーい、スタート。いや本当に緊張しすぎて、普段歩くなんてもう毎日やってることもできなくなっちゃって、目の前でマネージャーさんが私が歩き方変すぎてこう崩れ落ちちゃって本当にやばいってなってすごく緊張したんですけど、一緒にやってくれてる市山優香ちゃんっていう子がすごく優しくて、なんか大丈夫だよみたいな感じですごく演技経験者なんですけど支えてくださったので。この話って親とかが離婚したり、ちょっとな支援を介護とかで大変になって、な支援が休業したりとかってでなんか家族がバラバラというかコミュニケーションが取らなくなっちゃったっていうところから始まるから、ここの今のくだりは2人が協力し合ってすごい
き生きしてるっていう流れだから、その変化はすごい欲しいから、もう極端に言うとここはもうすごいめっちゃ輝いてる感じにしてほしい。はい、よーい、スタート。こちら授業計画書となります。見ていただいて、本日は商品ラインナップや、店舗情報などについてご説明させていただけたらなと思います。お願いします。マネージャーさんに演技やってみるって言われて、ちなみにみたいな、映画だよって言われて、映画っていうのでまず転げ落ちたんですけど、その後にちなみに主演ですって言われて、主演みたいな。で主演って自分が思ってる主演と違うのかなと思って、主演って何ですかって聞いて、主役だよって言われて、もう本当に私もうびっくり。みたいな。この私が、そんな演技でお仕事していいんですかっていう感じだったんですけど、すごく今年というかずっとアイドルとしていろんなお仕事をしてみたいなっていうふうに思っていたので、今回、千葉県での映画で出演することができてとっても嬉しいですし、お茶の間はそれぞれみんな県で活躍してる子がたくさんいて、私はあんまり県としてのお仕事をしたことがなくて、自分も千葉県と何か関わりを持って、私の力で皆さんに千葉のいいところを知っていただく機会をいつか作れたらなって思っていたので、今回こそがチャンスだと思うので、これをきっかけに千葉の良さを皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。気持ち的には昔の子供時代に一緒にここで仲良かった時代を2人とも思い出すっていう感じのイメージで、目線がいっぱい動くと気が散るから、ちょっと動かす、今こんな感じなの、ちょっと世話しない感じイメージだから、一回こうやって振り向いたら、昔そういえばこんなところで遊んだな、ゆっくり見るみたいな感じで、いきます。よーい、はい、スタート。はい、オッケー。手首があって、それだけそこまで。はい。はい、行きます。はい、よーい。はい、スタート。はい。はい。そうですね。そこは安全第一が一番。失礼します。ちなみに。いやー、目線とか顔とか最初は動かした方が伝わるのかなって、大げさにやんないと分かんないのかなっていうふうに思ってたら、逆に動かしすぎると不自然で、逆に違和感というか、何を伝えたのか分からないっていうのを教えてもらって、本当にいつも通りの動きで、なるべく普通の感じでやるのが一番いいんだなって思いました。難しい。有志とかの場合はこういうの必要なんですよって持ってこられて、渡された後の下りみたいな感じ。はい、よーい、スタート。はい、商工会で開業の融資してもらうには、ここに書いてあるような書類などを揃えていただく必要がありまして。そうなんですね。いずれにしましても必要な書類などを揃えていただかないといけないので、こちらお持ちになってご自宅でご確認いただけますか？はい、商工会で開業の融資してもらうには、ここに書かれているような書類などを揃えていただく必要がありまして。そうなんですね。事業計画ですか？はい、商工会で開業の融資してもらうには、ここに書かれているような書類などを揃えていただく必要がありまして。文字はわかるんですよ。作業がやっぱ言えなくて、もう1ヶ月詰まると揃えていく。もう始まる前からすごく緊張していたんですけど、やっぱりこういう映画とか
演技の撮影っていうことがまず初めてだったので、すごく緊張して練習通りとかにできなかったり、あとやっぱりセリフをこう唱えながら言うっていうのが結構緊張して練習通りにいかずにこうちょっと噛んでしまったりとか、なんかつまずいてしまったりっていうのがあったので、そこがちょっと難しいなって思いました。なんか皆さんが優しくこう教えてくださったので、すごく楽しい一日になりました。はい、よーいスタート。はい、OK です。今日が最終日ということで、やっぱ緊張とか久しぶりっていうのもあって、なんか初日のようなドキドキ感もあるんですけれども、たくさんマネージャーさんとかスタッフさんにいろんなことを教えてもらったので、なんかそれを発揮できるように頑張りたいと思います。で、歩き成長してましたか？おばあちゃんの介護が忙しくてあまりできてないけど、いつかは再開できるようにテールは続けてるよ。そうなんだ。もったいないからさ、もう途中売っちゃった方がいいんじゃない？最近八千代市人気で人口も増加してるし、値段も上がってきてるからさ。でもおばあちゃんとの思い出の場所だから、おばあちゃんが生きてるうちはね。はい、OK です。もう緊張しない？初日よりはしますけど、初日はもうやばかったです。やばかった。人生一緊張しました。そっか、ちゃんと歩けなかったもんね。あ、そうです。だいぶ緊張されてるみたいで、もう毎回緊張しなくていいよって、全然大丈夫だよって話はしてるんですけども、口では緊張してるとか、もう本当にどうしようどうしようって言ってるんですけど、カメラ回ると本当に堂々としてて、あんまり初めてな感じは私はしてないです。頼もしいなと思って見ています。これからも頑張ってください。応援してます。はい、よーい、はい、スタート。お姉ちゃん？何？梨、ありがとう。美味しかった。おう、バッチリ。いい感じ。ありがとうございます。ななみちゃん見るとあれ思い出しちゃう。切り抜きのやつ。めっちゃ踊ってたやつ。もうでも来てくれてました。パリピだった。もうなんか最初からすごい明るくて、なんか話しやすかったし、同じ千葉県出身なので、そこで話が合うことも多かったですし、プライベートとかでも遊べたらいいなと思います。じゃあ3人とも以上になります。お疲れ様でした。また3人になります。お疲れ様でした。はい、でした。一応物語クランクアップになります。もう私、最終日大丈夫かなみたいな。ちゃんとできてるかなみたいな。ドキドキ、ワクワク、不安な気持ちでいっぱいだったんですけど、本当になんか皆さんが優しくて、なんか私自身がこう演技の経験が少ない分、周りの方がすごく助けてくださって、最終日はなんか楽しく演技をすることができたので、こう仕上がりとかはどんな感じになってるんだろうっていうまだなんかドキドキした気持ちはあるんですけれども、演技としてこう一番印象に残ってるのはやっぱりなんか今日ここでお母さんとお姉ちゃんとなしをこう通してこうなんか仲がまた戻っていくっていうのがすごく素敵だなって演じながら思っていたので、そこかなって思います。いやもうめちゃめちゃ難しかったです。なんか同じことやってるつもりでも口から出たものが全然違うなんかあれ自分さっきこんなん発したっけみたいななんかものが出てきたりするので、本当に女優さんとかってすごいなって改めて思いましたし、本当かっこよくてすごいなって思うぐらい結構難しくて苦戦したんですけど、
はい、皆さんが優しかったおかげでなんとか乗り越えられました。演技ももちろん初めてだったっていうこともあって、すごい最初はむちゃくちゃ緊張してるなっていう感じがあったんですけど、この作品のキャラクターを含めて明るくしてくれるというか、作品自体をこう前向きなポジティブな明るくしてくれるような存在だったので、本当に最後久保田さんの笑顔で映画が締められたらなと思うような感じでずっと撮ってました。ぜひその笑顔をファンの方たちにいっぱい届けていただけたらなと思います。今日は、私の主演映画「八千代物語」の上映日です。この作品を皆さんに見ていただけたらきっと八千代市の魅力が伝わるんじゃないかなと思うので、今から見ていただけるということで楽しみですし、自分の演技してる姿を見ていただくのがあまりないので、ちょっとなんか不安というかドキドキな部分もあります。楽しみです。私の出身地千葉県の映画ということで、私自身千葉県がとっても大好きなので、そんな千葉県八千代市での映画に関わることができてとっても嬉しく思います。はい、そうですね、演技自体があんまり経験したことがなかったので、すごく不慣れではあるんですけど、周りの方がたくさん支えてくださり、素敵な映画になったんじゃないかなと思いますので、この映画を機に八千代市をもっと皆さんに知っていただけて、行きたいなっていうふうに思っていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。結構皆さんが真剣な顔で見ていたので、やっぱり私の演技変だったかなとかちょっとドキドキしちゃったんですけど、後でレッドカーペットを歩いてはけるときに皆さんに手を振らせていただいたんですけど、その時に「よかったよ」って皆さん言ってくださって、なんかすごくよかったっていう気持ちになりました。今回は私主演映画の八千代物語という映画に出演させていただけて、もう本当に今までにない経験をできて、またなんか新たな久保田七海を皆さんにお見せできたんじゃないかなと思います。はい、もうこの映画の撮影を通してなんかこういうとこもっとできるようになりたいなとか、また新しい目標とかも見つけることができたので、アイドル久保田七海としてもこれからも成長できるように頑張りたいと思います。お茶の馬久保田七海出演の八千代物語への密着をご覧いただきました。はい、いやなんか久保田七海ちゃんの演技って私すごいなんか元気がもらえる感じがしてすごい好きなんですけど、予告編メンバーが全員いるスタジオで、リハーサルスタジオで全員で見たんですよ。全員で見たんだ。そうなんです。でもやっぱ元気もらいましたね。そうなんだ。みんなと一緒に見るの恥ずかしいとかでもなかったの？それがなんかすっごいとんでもない叫び声がして何が起こったんだと思ったら、マネージャーさんのパソコンを見ながら崩れ落ちてる久保田がいて、何を見せられたんだろうと思って見に行ったら、自分が出てる映画の予告編でちょっと恥ずかしくて恥ずかしいみたいなってなってたみたいなんですけどそっかでもやっぱ久保田奈美ちゃんの笑顔というか表情の感じがすごくよく出ていて、面白そうだなと思いました。なんか本人から聞いたこととかあったりする？でも歩く演技にすごく苦戦したみたいな話は聞いて、でも私映画自体まだ見れてないのでどんな仕上がりなのかっていうのは知らないんですけど、でも予告編だけ見た感じですけど、なんかすごい自然体な感じですよね。そのままの感じで素敵だなと思いました。ますけど、なんか演技なんかやったことはあるんですけど、それもでも映像のがあるので、なんか舞台とかはないんですけど、なんか私加入する前は宝塚が好きだったので、なんかミュージカルとかが好きだったので、なんかやったことはなかったけど、どちらかというと舞台とかの演技の方はすごく興味を持ってて、なんか小学生とかだったからなんか家で真似したりとかしてたんですけど、でもなんか映像の演技のお仕事を初めてさせてもらった時にやっぱ全然違うから、なんかそこはすごくなんか映像と舞台とっていうその使い分けってきっと難しいんだろうなって思うので、なんか舞台のお仕事もやってみたいなって。私分かるんですけど、
絶対めっちゃうまいと思います。もうマジで断言させてください。これは絶対に素敵だと思います。絶対。わかりません、スタッフさんも。絶対共感求めて。絶対お上手だと思います、私。本当に舞台やったことあるのか。舞台やりますね。研修生時代に1回と、あとお茶の間で1回単独のやつやったんですけど、いや演技難しいですね。なんか緊張で飛ぶとかはないの？飛ぶはあります。あるけど、でも稽古とかもいっぱいしてるので、それはもう口が覚えてて奇跡的に出てくるみたいな感じなんですけど、言い間違いが怖すぎて。なるほどね。そうなんです。私が苦戦したのは、こう数字をどんどん言っていって合計1億円にしないといけないっていうセリフがあったんですけど、1回だけ1億円にならない日があって。これはもうドラマですね。本当に。そうなんです。めっちゃ面白い。だからもし今後演技のお仕事とかあったら、そういうミスはもうちょっと気をつける。気をつけて。確かに頑張りたいですね。頑張りたいですね。はい。今日もお疲れ様です。今夜の夕飯はドリアにしましょう。ここからはハロー SNS チェック。イエーイイエーイ。ハロープロジェクトではブログをはじめインスタグラム、TikTok など SNS を通じていろんな発信をしております、私たち MC の最近の投稿の中から気になるものをピックアップしました、本人にね詳細を解説していただきたいと思います、まずは米村きららちゃんの SNS チェックでございます、12月23日のブログです。最近ペロペロキャンディーにハマってます。はい、これなんですけど、ペロペロキャンディーに、お仕事で一本いただく機会があって、そこで舐めた時に、めちゃくちゃ美味しいやんと思って衝撃を受けて、そこからもいろんなペロペロキャンディー舐めてるんですけど、最近もハロコの楽屋とかでそう思った、見たよ。見ました。そうなんかそれもなんか楽屋でなんかライブ終わりかな、になんか舐めてるの見てこうやってちょっと待ってください。足組まれました今。足組まれましたやってて、それがかっこいいと思った。そうなんかかっこいいというかなんかやっぱね気になる存在。いやいやいや、足組むのは本当にただ座りやすいからで、ペロペロキャンディー美味しいからっていう、ただそれだけの理由なんですけど、そうちょうど見たのそのタイミングを。もう本当美味しくて、メンバーの前でもずっと舐めてるんですけど、なんかメンバーにこう肝がられるというか。そんなことある？いやこれ本当なんですよ。やっぱペロペロ舐めてるからかわかんないけど、なんかいるとか言うとやめてよみたいな。そういう感じなんだ。なんかおすすめのなんか味とかあるの？私はいちご味が好きなんですね。いいね。味が美味しくて、はい、なんかりんご飴がもともとすごい好きなんですけど、なんかりんご飴の外側みたいな味がする飴が理想的で、いちごがなんか一番それに近いかなって思うので、なるほどね。いちご食べてますね。すごい似合うね。なんかりんご飴って言われて、なんかいちご飴とかもすごい似合う。似合いますか？すごい似合う。なんでなんだろうね。わかんないけどさ。いや誰でも似合いますよいちご飴。いや。でもじゃあなんか駄菓子屋さんとかに行ったらいっぱいあるから。そうですね。行きたいんですけど、なかなかでも大きければ大きいほど嬉しいんですけど。あ、そうなんだ。なかなかなくて。そっか。だから最近ちっちゃいので我慢してるんですけど。マジで情報があればコメント欄にお願いします。ハロステ。続いて伊勢レイラさんの SNS チェック、12月27日のブログです。はい、歌詞カードにリハーサルで番号とか書くとき、場所とかあるじゃないですか、時にの話をしているんですけど、私すっごい雑に書くのね。もうなんかこう歌詞カードがあって、もうなんか1個でなんか半分くらい、なんかこう紙の半分くらいいっちゃうくらいすごいでかく、例えばなんか2番とか2番って書いて、で矢印をこうムーンって書くの。そうでなんかやっぱメンバーによって結構違うんですけど、なんか他の結構アンジュのメンバーはなんかここで移動するっていう歌詞の横にもうちっちゃく歌詞のサイズと同じくらいのところにこうなんか2番とかっていうのを綺麗に書くんですけど、矢印とかも全く書いてなくて、だから私は遠くから見ても
なんかこうわざわざ取りに行くのがめんどくさくて、こう歌詞カードを何番だっけなって見に行くのがめんどくさいから、遠くからでも2番ねって分かるように書いてるんですけど、どうやって書いてる？歌詞カードとか。私はメモ取らないタイプなんですけど。すごい。そうなんです。取らないんですけど。でも逆にその倍地ってもう無数にあるじゃないですか。無数にあるね。でっかく書いてたらもう足りなくないですか？足りないから裏面に行っちゃうの。裏面に行っちゃうんだよね。それがそうちっちゃくても、その裏面に行っちゃったら見えないじゃないですか、遠くから。そう、その時はでもね、なんかその時は裏返すけど当たり前なんだけど当たり前なんだけどさ、その裏返したりするけど、なんか何回も確認して、なんか番号は見なくて、私もなんか一回その書いて覚えるみたいな。そのでかさのインパクトで覚えるみたいな。そう、だから何回も何番って見るわけではないんだけど、なんかこう大きく雑に書くのが自分にはめっちゃあって、でも意外書かないっていうのは無理。どうやってここ3番だっけな2番だっけなとかならないの？私それめっちゃ変なタイプで、だから言われても何番って答えられないんですけど、そこの場所で行くと分かるんですよ。なんかね、それ分かる。今の何番って言われても、その時は何番だろうって思うんですけど、行ったらいつもここ 1.25 じゃんみたいな。めっちゃ分かるな、それ。そういうタイプなんですよね。なるほどね。でもなんか私はそれに書かないと不安タイプだから書くけど、それを書かないという感じなんですね。人それぞれですよね。でもなかなかでっかく書く人見たことないです。本当にみんな大体ちっちゃく。確かにみんななんかそれ見えなくないって私いつもなっちゃって。綺麗な子だと本当にもう綺麗。そう、綺麗に。1になんかこう四角ついてたり。そう書いてる。やっぱお茶の間のメンバーでもそういうのあるの。なんかこの子丁寧だなとか。メンバーみんな持ってないですね、歌詞カード。みんな書かない気がする。でもなんか最近結構ハロープロジェクトのコンサートやってるリハーサルで、なんか iPad とかになってるの見て、わかる。めっちゃわかる。かっけえですね。めっちゃかっけえと思って。そうなんかいろいろなんかモーニングさんとかは iPad 結構多いイメージあって、しかもサイズ感がこれぐらいのいけてる iPad のサイズなんで。いけてる iPad こうやって片手に持ってあのまんですねみたいなやってるの見てかっこいいなって思うけど。あれ憧れますよね。憧れる。いつかやりましょう、私たちも。やりましょうね。めっちゃ面白い。ぜひ撮ってくださいね。リハーサルとかで。お願いします。お願いします。久しぶりの夜のデート遅刻してる今日不思議なくらい会いたい眠たい会いたくない幸せ壁どこかで見た情景ちょっとやめてその子だねどうして今修羅場みたいな笑ってふざけないで何か言ってもう手がっていてあんまり悩ませめ叶えないでねえ誰のせいとかいいから落ち着いてよねえいつからなの知らないしてない気づいてても余裕を見せたい頼んだ目の嘘だちょうどやめて本命だね泣きたいのはこっちの方だよ悲劇の広いに連なれないこんなことでズタズタになったね許せないわ
暖房もいいけどこたつはどう？アンジュルムの伊勢レイラとお茶の間の米村キララがお送りしているハロステ、お別れの時間となりました。はい、もう2人でやってきたんですけど、どうでしたか？面白かったです。面白かった。面白かった。そう、なんかもっと話したい。ね、なんか多分私、キララちゃんもだと思うんですけど、なんか結構人見知り？マジでやばいですよ。結構意外と人見知りだなって思って、なんか今まではなんかハロコンで見てめっちゃ強いかっけーってすごい思って気になる存在だったんだけど、私もあんまり話しかけに行けないから、でなんか数年前にちょっと話せるタイミングがあって、ありましたよね。そうなんかハロコンの応援席が横で、そこでなんかちょっと仲良くなったんだけど、でもなんかその後さ、なんかあんまりお互い踏み込めないから、なんか話せなくなっちゃってっていうのあったから、これを機にまたね。本当ですね。話したいなって。なんかそこは似てるけど、大まかな性格の部分は結構逆だと思うから、すごい私も気になりますね。気になります。なのでこれからもよろしくお願いします。ということで、最後にこれから1週間のハロープロジェクトの動きを一緒に見てみましょう。1月22日からなんですけど、椿さんがこれは公開収録があったり、23日はダンバラさんのルルータ2がありますね。で、あとは私たちはこのハローコンが24、25愛知でそうなんです。お帰りなさい。ありがとうございます。あったりとか、26日はこれも名古屋で平井美桜ちゃんのバースデーイベントがあったり、27日は小田さんと小田さくらさんと南原さんの、すごいこれ気になるんですよね。あなたに送るラブソング。これが絶対いいですね。絶対にいいよね。絶対いいな。そう、すごい気になりますけれども、そしてその後は今後の予定としては、1月30日金曜日に私伊勢レイラと川名凛ちゃんのバースデーイベント in 名古屋があります。そしてアンジュルムライブツアー2025秋キープやスマイルの振り替え公演で、ちょっと2公演だけ最後お休み中止になってしまったので、2月の22日埼玉、そして28日に千葉で行いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。そして2月25日はお茶の間の、ライブアット武道館チャンネル、ブルーレイリリースとなります。いやー、ようやくリリースか。めっちゃもうなんかキララちゃんの MC でめっちゃ泣いたし、もうめっちゃ可愛かったし、みんなもうなんかもうみんなが出てきた瞬間からわーってなったので、感動をねまた皆さん見てください。そして3月20日と21日はカーボンニュートラルを考える2026 by 里山里海ムーブメントを開催させていただきます。こちら幕張メッセ国際展示場なんですけれども、毎年開催してますが、今年もたくさんきっと盛りだくさんだと思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。朝早いですけれども、お願いします。お待ちしてます。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫っていきます。毎週水曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手はアンジュルムの伊勢レイラとお茶の間の米村キララでした。さようなら。